ウルルン顔って言ってるんですけれども、すごくデリカっぽい。シートスライド量がめちゃくちゃすごいですよね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちら、報道解禁をされました三菱のデリカミニがフルモデルチェンジということで、すごくモデルサイクル早い気がしますけれども、ものすごい変わってるんですよ。変わってないように見えるでしょ。でも変わってるんですっていうところを今日は内外装と使い勝手編お届けしていきたいと思います。またですね、この後にオフロードコースとクローズドコースで試乗が叶いました。なんと走りがすごいので、この次にお届けする走行編もご期待ください。それでは今日もチャンネル登録と高評価で応援していただけたら嬉しいです。自分で施工でこの効果、シラさん50。さあ、それでは早速フロントフェースからご紹介していきたいと思います。実はですね、キープコンセプトなんですよね。全体的なデザインはキープコンセプトされているんですけれども、目の表情が大きく変わりました。実はですね、この縦がすごく大きくなってるんです。現行モデルはこんな感じで、今の瞳がこんな感じなので、実はですね、瞳のこの下の円のところですね、デリマルでいうところの目のところがすごく大きくなりました。これでメーカーの方はですね、ウルルン顔って言ってるんですけれども、確かにですね、ちょっとウルミ目みたいな感じで、この白のポジションランプがとっても綺麗です。全体的に見てもこの面を生かしたような大きな顔が特徴的です。よりデリカファミリーっぽくなったなっていうような感じなんですけれども、今回は特にワイルドアドベンチャースタイルというですね、用品がついた車をご用意いただきましたので、なおのことこのデリカのところにね、黒い装飾が入ったりとかしていて、よりこう強い顔っていうのがね、印象的になっています。実はですね、この辺も大きく違います。現行のデリカミニに関しましては、実はですね EK クロススペースがベースになっていて、あまりですね大きな独自の衣装が作れなかったということなんですね。でもやっぱりこのねデリカミニ売れましたので、このフルモデルチェンジからはデリカミニとして専用のデザインができたというところが大きな変更点だと思います。このスキットプレートのところにもですね、ちょっとこのボコボコしたデカールが貼られていたりとかして凝ってるんですよね。ボンネットのところにもデカールが貼られていて、すごく小さなスペースにしっかりと黒いデカールが貼られているので存在感バッチリです。このボディカラー自体も新色。今回ですねフルモデルチェンジで2色新色が追加されたうちの1台お借りしました。これもめちゃくちゃ可愛いです。さあ、それではライト光らせてみましょう。はい、これでフォグランプまでつけてみました。右、左、はい、ハザードです。さあ、実はですね、この中にターンランプが組み込まれたんですよね。前のモデルだとこれが目頭にありましたけれども、今回はですね目の中に組み込むことによって、これもウルルン顔としてですね、ポジションランプとしてね存在感をね表している部分でもあります。そう、今回のモデルチェンジでよりキュートな印象になりました。さあ、それではサイドビューです。ワイルドアドベンチャースタイルというですね用品がついているモデルになっておりますので、このルーフキャリアとかね、こういうものもしっかりと選べます。かなりですねアドベンチャーに振ってきたっていう感じがするんですけれども、これ走行性能もついてきているので、この後の動画ぜひねご期待いただきたいんですが、ルックスもめちゃくちゃ可愛いですよね。今回ですねこの A ピラーの位置が少し起きました。この三角窓のここですね、このピラーがさらに細くなって起きたことによってすごく視認性が上がったというところが特徴でもあります。すごいユーザーのことをね考えた改善だと思いますので、ここは本当にグッジョブですね。さあ、そして実はデザインの印象も変わってます。ここパキッとした一本ラインだったんですけれども、このようにですね山谷になっていて、すごくグラマラスになりました。先代のですね都会的な印象というよりは、よりオフローダーによりですねデリカに近いような印象になっているのもポイントです。この辺もすごくキャラっぽいです。ここね、もうちょっとこの黒の部分少なかったですよね。これがバッと上がって、さらにここもギア感、オフローダー感っていうのを表現してきたかなという感じですね。細かいんですけれども、このライトからですね横に3つ点々点とこの真四角の柄が入ったのもとってもかっこいいです。さあ、それではタイヤとホイールです。
ホイールデザインもいくつかあります。今回ね2グレード構成になっているんですけれども、そのグレードによってですねホイールデザインも変わってきますし、またインテリアもですね2色の展開になっているので、これは追ってねインテリア編でお話ししていきます。このホイールキャップではなくてホイールとして、存在感を表しているというような感じです。割とね武骨な印象を受けますけれども、ここにもですねこの車に共通で使われている四角いモチーフがたくさん入っていて、すごく堅牢なんだけれどもポップっていうねキャラクターを表しています。でもう三菱らしいですよね。このマットガードが前後にもしっかりと入っていて、ここね赤いのですごくデリカっぽいね、すごいダカールっぽさっていうのも感じさせます。はい、ちなみにルーフレールこんな感じになっています。ルーフキャリーもねしっかりと大型なものがついていて、ちょっとライト層に向けてのねアウトドアっていうことを訴求してるらしいんですけど、これもう全然本格アウトドア対応できちゃいますよね。さあちなみにこんな遊び心のあるデカールも用意をされていました。さあそれではリアビューです。結構ねやっぱり背の高さっていうのを横に並ぶと感じます。で何が変わったかというと、やっぱりライトのデザインが大きく変わりました。これまではなんか1本のねこうライトだったんですけれども、それがね四角を3つ積み重ねたみたいなライトになりました。可愛いです。さあそしてこれもですね用品装着車ですので、ここのところにこんなしっかりとしたはいデリカという文字が入りました。やっぱりねこのマットガードすごく目に入ると思いますけれども、デリカミニというね文字が入りました。ちょっとしたアナログっぽさがですねぐっと心にきます。それからリアのディフューザーのところもですねしっかりとこのようにですねちょっとボコボコした感じのデカールが貼られていたりとか、すごくスキットプレート状にですねしっかりとここにシルバーが使われていたりとかして、よりこうロバスト感っていうのを感じさせるようなリアビューになったと思います。開けてみましょう。おリアドア重たっ、結構しっかり重たいな。はいゆっくり開きます。さあインテリアはですねさすがアウトドアユースを考えられてるなという感じなんですけれども、まずね、リアの席を立てているとこんなもんです。はい私が乗ってこういうギリギリ座れるかなっていうような感じなんですけれども、ここにほらレバーがついていて前にスライドさせるとこれぐらい荷室が広がります。これ全然違いますよ。だってこれぐらいですからね。もう全然私一人入れちゃうぐらいの感じのスペースになります。でしかもこれもですねパタンと倒れますので、ごめんなさいね前の席とのですね兼ね合い上、しかもリクライニングするやん。3段階4段階3段階か。いいね、ちゃんと考えられてますねこういうところね。はいリクライニングもいたしますので、ひっくり返っちゃった。はいすごくですね使い勝手がいいんじゃないかと思わせる荷室に加えて、防素材というかですねさっと拭けるようなビニール素材になってるんですよね。でしかもエンボスつけてあって汚れがベタっとつかないように工夫もされています。すごくですねこういうところの気遣い嬉しいですよね。しかもこうやってボードが入っていて、この間に物が入ったりとかしないようなね、あと水が入り込んだりしないようなそんな工夫もなされています。すごいですよ。もう一回やるね。ギュイーンとこんなにね違う。はいそれではインテリアいきたいと思います。ここもすごく良くなりましたよ。これがね実は樹脂なんですけれども、ここもですねエンボスで柄をつけてあるちょっと布っぽい感じの演出がされてるんですよね。なのでこの下もですね浮き上がるような感じの柄が入ることでチープ感というのを払拭してますし、さらにですねやっぱりこういうモデルって結構泥つくじゃないですか。なんかあえて樹脂にしたっていうところもあるんだと思います。もうこのね足元が汚れちゃうのももちろん、もう汚れてるけどこういうのももちろんのことをさっと拭けるっていうメンテナンスの良さっていうのは実はこの樹脂にしかない魅力かなとも思っていて、軽自動車と樹脂ってね一概にチープだからダメっていうふうに私は思わないです。はい、そしてインテリアです。今回上級グレードにさらにですねワイルドアドベンチャースタイルが入っているものとなっていまして、これがベースグレードになってくるともう少しですね黒いトーンで統一されました、ファブリックだけのインテリアになりますが、この上級グレードになるとこの合皮とですねファブリックを合わせたバイカラーのインテリアになってきます。これはすごく可愛いですね。さあそしてこの辺とかもですねバイカラーになっていてとってもおしゃれなんですよ。乗ってみましょうか。そうね、シートもね変わりました。ここもフルモデルチェンジで大きく変わったところですね。ここも四角、その正方形っていうのを少し角を落として、それをですねちょっと接着でエンボスにしているといったような感じです。それでベンチシートですね。めちゃくちゃ可愛くないですか。すごいねルーミーですよね。はいそれでは
乗っていきます。はい、実際乗ってみるとこういったところにはですねこの合皮が使われていて、しかもステッチも入っているので高級感もかなりあります。そして注目していただきたいのがこの手動のグラフィックなんですけれども、すんごい可愛いので見ててください。いきますね。というわけでこのデリマルの瞳が左右を見てパチパチってしてるみたいな感じで、はい目覚めました。そしてすごいのがですよ、これはいわかります？ Apple CarPlay とかね Google マップ、実はですね車載にもういきなり Google が入りました。これ軽自動車初となります。で、こういう感じでもうですねいわゆる Google マップと同じように使えるっていうところが、軽初、ボルボとかもやってますけれども、今まではですね Apple CarPlay とかだと、使ったことあるよっていう方いらっしゃると思うんですが、スマートフォンのミラーリングをして使うっていうのが Apple CarPlay じゃないですか。なんですけれどもこのデリカミニは違って、もうこのデリカミニ自体が通信をしていて、スマートフォンを持たずともこの Google が使えるといったような感じなんですね。で Google なので曖昧検索もすごく得意です。近くの今空いてるレストラン教えて。ふもと155対13の金山キッチンは15時から21時まで空いています。とかね、これすごくないですかっていう感じで曖昧検索がすごい得意っていうのがありますし、会話のように普通に使えるっていうのもあります。これが軽自動車で初めて使われたということで、こういうところですね、これはそのアウトドア感というかギア感道具感っていうのを作るためにですねあえてトレー状にしたというお話もされていらっしゃいました。いやすごいですね。だから装備がいい本当に装備がいいですし、すごくですね使いやすいなといったような感じもします。そしてグラフィックがめちゃくちゃ綺麗です。でこれも新しくなりました。で今回やっぱりねADAS もしっかりしたものがついておりますし、またこれですよ、走行モードがすごいんです。これはですね走行編でお届けしようかなと思っておりますので、このダイヤルは EK クロスシリーズとかにも何もついてない、 EK スペースにもついていないものってなっていて、このグラベルとスノー、それからヒルディセントコントロールもこのデリカミニだけの機能、もうこのダイヤル自体がデリカミニだけっていう感じなので、さすがデリカファミリーだなっていう進化を遂げたのが今回のモデルと思っててください。でヒートシーターもしっかりついてますし、このパネル自体もすごい綺麗です。でここにこれも兄弟車もねルークスも同じようなことを申し上げましたけれども、ここにねわかります？この下からですね USB のタイプ C で電源取っといて、ここに入れてですよ、でここにピッてかけといたら自分のスマホもここに立てて収納できるっていうね素晴らしい機能がついております。でこうやってね立てたままちょっと開けたまま置いとけるみたいなね、でこの引き出しもあります。でさらにこれも引き出しになっててボックスティッシュがそのまま入ります。そしてこの下にグローブボックスがあって、ここは従来のヒンジ式になっているって感じですかね。でその下に HDMI もあって、ここに物が置けてといったような感じで、シガーソケットかなりですね使い勝手の方も本当に日本車らしいですね、軽自動車らしいおもてなしがあるという感じです。で個人的にETC カードがここに入るのもすごい良くてね、グローブボックスの中でどないやどないやっていう感じじゃなくて、足元にスッと入れられるよというのも便利かなと思いました。そしてこの辺ですね、この辺も安全系であったりとかすごいステアリングヒーターがついてますね。ステアリングヒーターがあったりとか、アイドリングのオフであったりとかいうのをオフする。これはレーンセンタリングアシスト。これのオフもできますし、これはトラクションコントロールのオフもできるといったような感じですし、パワースライドのオフもここにできますので、上級グレードになるとこのボタンをフルに使って、このようにですね、かなり普通車に近いというかね、登録車に近いような装備まで備えていると。すごいね。ゴージャスですね。そしてですね注目したいのがこのさっきエクステリアでお話しした A ピラーの細さです。これ従来モデルだとこうなってるんですけれども、この新型になるとかなり細くなってですね、フロントガラスがさらに起きたのがわかるかなっていうふうに思います。すごく視覚が少ないので、ここも直接視界としてですね非常に乗りやすくなったんじゃないかなと思いました。それではリアシートいきたいと思います。気になりますよね、やっぱりね。もちろん両側スライドドアになっていますので乗り込みもすごくイージーですし、こういうものもあります。テーブルもあってドリンクホルダーが左右についているので、ここもとっても使いやすいと思います。そしてここでできるんだ。これだけスライドする。すごいね。このシートスライド量がめちゃくちゃすごいですよね。
まあでも一番後ろにするとこれぐらいゆったりする。シートのリクライニングなんですけれども、ペタンと倒れます。これ角度がちょっとついてるんですけれども、先代モデルよりも少し寝るようになりましたよっていうのもニュースなんだそうです。まあ車中泊とかでね使う人もいるでしょうから、これは気になる部分じゃないでしょうか。個人的にはこれすごいいいですよね。なかなか軽自動車にはないんですけれども、これエアコンじゃないんですけれども、こう後ろにね空気を送り込めるっていうようなちょっと送風機能がついてるんですよ。サーキュレーターみたいなやつで、これによって前が涼しいやつを後ろにもちゃんと流してくれるっていうね、これもすごいいい装備だと思います。はい、後ろから見るとこんな感じ、めちゃくちゃ広いですよね。はい、というわけで今日はこちら三菱デリカミニフルモデルチェンジの内外装と使い勝手編をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱ売れてる車はお金がかかってるっていう感じでですね、実は走り編もすごいんです。この次にお届けする走り編の動画もご期待いただきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。